皆さんこんにちは、みーです。今回の動画では一般的な月の我が家の生活費をご紹介します。ぜひ最後までご視聴いただけますと幸いです。今回の動画はこんな人におすすめです。夫婦2人暮らしのリアルな家計簿が知りたい。都内賃貸暮らしの支出事情が気になる。産休育休中の家計が気になるです。では早速いきましょう。まずは我が家の生活スタイルからお話しします。まず家族構成です。夫は正社員、妻の私も働いていましたが、現在産休中です。子供はいませんが、今年の4月に出産予定です。次に住まいです。都内23区住みで 2LDK の賃貸に住んでいます。次に暮らし、生活スタイルです。4月から夫婦で育休取得予定になっており、かなり収入源が見込まれています。なので節約も兼ねて自炊を強化しています。節約レシピについての動画も出しているので、もしよろしければ概要欄のリンクからご覧ください。ここから支出についてお話ししていきます。まずは固定費です。固定費は大きく分けて6つのカテゴリーで集計しています。1つ目は家賃、2つ目は水道、3つ目は電気・ガス、4つ目はお小遣い、5つ目は Wi-Fi、6つ目はサブスクです。それぞれにかかるお金についてご説明します。1つ目の家賃は 16.9 万円かかっています。都内23区に住んでいること、2LDK であること、駅やスーパーが近く便利な立地なことを考えると、今の時代お安めではあるかなというふうに思っております。2つ目の水道は 6,000 円かかっています。3つ目の電気・ガスは合わせて3万円ほどです。昨今の電気代高騰の影響や冬なので暖房などを使うため価格がだいぶ高くなっています。ちなみにここまで高いのはここ数年で初めてです。4つ目のお小遣いは月8万円かかっています。夫婦それぞれ4万円ずつもらうと決めているので、毎月同じ値段がかかります。自分の服やコスメなどはそれぞれお小遣いから支払っており、余ったお金はそれぞれ貯蓄しています。また通信費もお小遣いから支払っています。5つ目の Wi-Fi は 4,000 円かかっています。6つ目のサブスクは 1,500 円ほどかかっています。我が家では Netflix に入っているので、その代金になります。前まで Hulu など他のサブスクにも加入していましたが、使っていないサービスは全て断捨離して解約をしました。ここまでが固定費です。次に変動費についてお話しします。変動費も大きく分けて6つのカテゴリーで集計しています。1つ目は食費、2つ目は外食費、3つ目は日用品、4つ目は育児関連、5つ目は病院、6つ目はその他です。それぞれにかかるお金についてご説明します。1つ目の食費は 3.2 万円かかっています。食費というのはスーパーなどで買い物をした費用と定義して集計しています。最初にもお話ししましたが、4月からの育休での収入源に備えて自炊を強化しています。妊娠前は夫婦でお酒を飲むことが週末の楽しみで、かなりの額をお酒代に使っていました。妊娠後はお酒代がなくなったのですが、食費は1年前とあまり変わらず、物価高な影響を感じています。2つ目の外食費は 1.9 万円かかっています。我慢しすぎずに節約することを意識しているので、遊びに行くことがあれば気にせず外食をするようにしています。以前はどうしても料理が面倒な時は外食をしたり Uber を使ったりしてしまっていたのですが、それは全てやめて外食ではなくお惣菜を買うなどに切り替えました。メリハリをつけて節約することでストレスをほぼ感じずに、最近では自炊強化前の約3分の1程度に外食費を抑えられています。3つ目の日用品は 9,000 円かかっています。洗剤や歯磨き粉、夫婦共有の化粧水など、こちらの項目に計上しています。この項目は月によって値段がバラバラで0円の月もあります。4つ目の育児関連は 9,000 円かかっています。生まれてくる子供のための準備品にかかったお金をこちらに計上しています。育児用品はこれから集めていく予定なので、まだまだ価格が大きくなる予定です。5つ目の病院は 3,000 円かかっています。う
内訳のほとんどが妊婦健診の費用です。妊婦健診は国の補助を使っても毎回必ず手出しがあり、3000円だと安い方の月になります。血液検査などがあると月によっては数万円が自費になることもあります。6つ目のその他は0円です。今までご紹介した項目に当てはまらない費用があればこちらに計上しています。以上が変動費のご説明になります。最後に支出のまとめです。固定費はお小遣い8万円を含めて 29.7 万円かかっています。都内在住だとやはり家賃が 50% 以上と大きなポーションを占めてきています。変動費は 7.5 万円ほどです。食関連の費用が5万円ほどになるのでほぼ食費ですね。支出の合計は 37.2 万円となりました。私たちは特に贅沢をしているわけではないですが、ストレスがたまるほど切り詰めて節約しているわけでもない一般的な家庭かなというふうに思ってます。ですが支出を計算してみるとかなりコストがかかっているなという印象を受けました。皆さんは今回の支出どう思いましたか？ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。